バラバラになったロータリーエンジン、果たして復活できるのでしょうか。おはようございます。俊也です。今日の FD レストアも部品洗浄です。前回エンジンの洗浄やったんですけど、なんかね、ローターが加工されてるっぽくて、で、この部品でエンジンオーバーホールしていいものなのか、はたまた新品のショートブロック、いわゆるエンジン本体買ってきて、この車に乗っけた方がいいのか、今のところどうするか未定です。ただ、新品のショートブロックを買ったとしても、こっちの補給類はついてこないので、補給類は今ここにあるやつをきれいに掃除して組み付ける形になると思います。で、見てもらうと、あんまりね、部品の状態良くないのが多いんですよね。これインマニとか、これウォーターポンプですね。あとエアーポンプとか、インジェクターとか、細かい部品たくさんあります。ソレノイドとかアクチュエーターとかたくさんある。今回はそういう部品たちの掃除、そして使えるのか使えないのか判断していく。そんな感じの動画です。今ここにあるのが2号機の部品。あと、この1号機についてた部品もあるんで、両方の部品見比べて状態のいいやつを選んで2個1で車組み付けていく形で今回も作業をやっていきます。それじゃあまずは、これから、ショートブロック買っちゃったらこれも関係なくなるんですけど、オーバーホールするか分かんないからね。これ、エンジンのフロントカバーです。これ2号機についてたやつですね。あんまり見た目、綺麗じゃないんですけど、白サビとかもいっぱい出てて、あんまり良くないんですけど、1号機のやつね、割れてたんですよね。完全に穴が開いてるわけじゃないんですけど、裏からへこませちゃって、この中の方がアルミがね浮き上がってきてるというか、相関剥離しているというか、こんな感じになっちゃってます。さすがにこっち使うわけにはいかないんで、フロントカバーは2号機のやつをきれいにして使っていきたいと思います。ということで、まずは細かい部品たち外していきます。こういうギアとか、あとエンジンオイルのリリーフバルブとか部品ついてるんで、これ外します。シーリングで止まってるんで、シーリング外してギア外します。続いてオイルパン。1号機と2号機、正直どっちもどっちって感じ。そんなに大差ない。ただ若干だけど、まだ1号機の方が状態良さげな感じなんで、1号機のやつ使います。ガスケットを剥がして、オイルパンの底にヘドロみたいなのが溜まってる。オイルなんだけど、オイルのなんていうの、汚いオイルみたいなのがすごい溜まってる。1号機ブローしてたからね、あんまり状態は良くないよね。オイルパンじゃなくね、エンジン本体として見たときね。オイルパンは掃除すれば全然使えますけどね。この洗浄液だいぶ汚れてきたんで、今回で終わりですね。ある程度汚れをこっちで落としてあげてから、新しい洗浄液でさらにきれいに洗っていきます。古いガスケットもきれいに落としてあげて、砥石で面出しもしておきます。
訂正、洗ってて気づいたんですけど、1号機のオイルパン、へこんでました。そんなに大したへこみじゃないし、影響はないんすけど、2号機の方、へこみないんすよね。錆がすごい。どのみち1号機も塗装剥がして塗り直す予定だったんで、塗るんだったら2号機も変わらないかなってことで2号機のオイルパンにします。へこみ。へこみ、ちょっと気になるよね。で、シーラー剥がして、センサー外しては同じ作業になるから、オイルパン綺麗になるところまで映像はスキップします。オイルパンめっちゃ綺麗になった。中の方のヘドロみたいなやつもなくなって。これなら気持ちよく使えそうです。裏側は錆がちょっとひどいんだけど、これは後で削って塗装して綺麗にします。インテークパイプ。これ2号機の部品ですね。結構白錆が出ています。そしてもう一本。これね、インテークパイプ1号機についてなかったんですよ。だからちょっと状態あんま良くない感じに見えるけど、錆落としすれば全然使えそうだから、これ2号機のやつを使っていきます。あと、フロントカバー。洗浄液につけて油汚れは綺麗に落としたんですけど、これもね、白錆がすごいんで、これもブラストかけちゃいたいと思います。あんまりね、ブラストかけたくはないんすよね。吸気、こういう穴の中とか、この辺のオイルラインとかさ、こういうところにもメディアが入ってエンジンの中に傷いっちゃったとかっていうのも嫌だから、極力ブラストかけたくないんですけど、そうは言ってももうこんな状態で組むわけにもいかないので、しっかりとマスキングして下準備をやった上でブラストをかけていきます。あと、どうしてもアルミの酸化皮膜を落としちゃうから、またすぐサビが戻ってきちゃったりとか、あんまなんですけど、でも、もう白サビ出ちゃってるんで、もうこうなっちゃうとね、酸化皮膜とか関係ないんですよね。もう、そもそももういなくなっちゃってるから。だから、あまり気にせず、こいつらはかけたいと思います。とりあえず、手っ取り早く作業できそうな、このちっちゃいインテークパイプ。これからやっていきます。この中にメディアが入らないように、入り口マスキングして、ブラストをかける。それじゃあやっていきます。テープが剥がれると中にメディア入って元も子もないので、しっかりとくっつくように脱脂してからテープ貼っていきます。もうこんだけ白錆出ちゃうとね、酸化皮膜なんて関係ないっすよね。まだね、錆が出てなかったアルミ部品、インテークマニホールドとか、ウォーターラインのサーモスタットがつく部分とか、あの辺はね、普通に洗浄液で洗いました。ブラストかけて表面の膜落とさないようにするため。ただもうこれはもうどうしようもない。こう端っこがさ、ビロビロすると、こっから剥がれるきっかけ作っちゃうから、こういうところはちゃんと切り落としておきます。よいしょ。OK。これでブラストをかけちゃいましょう。最近うちのチャンネルではブラストの人気が高いので、今回もブラストを使って部品をきれいにしていきます。結構部品がきれいになっていくのが気持ちいいっていう方が増えてきて嬉しい限りでございます。実際の作業時間どのぐらいかかってるのか気になるっていう声が何件かあったので、動画の左上に作業時間を表示してみました。映像は早送りとカット編集であっという間に終わるような感じがするかもしれませんが、意外と作業時間かかってます。パーツごとに作業時間書いてみたんで、一つの目安にしてみてください。あと、早送り映像、音声が圧縮されて、キュイーンっていう嫌な音がするっていう声も何件かあったので、今回の動画、後半の映像は音声と映像を分離して、音声だけ通常モードみたいな、ちょっと小細工して動画編集しています。どっちの方が見やすい、聞きやすいとかあったらコメント書いてもらえると嬉しいです。で、マスキングテープ剥がす前にエアブローで砂飛ばしちゃいます。
で仕上げに灯油で洗います。外側の砂もそうなんだけど、それ以上に中がブロバイでちょっと汚れてるんで、これを落とすのに灯油で洗います。ここで1回洗って、さらに組み付ける前にもう1回パーツクリーナーとかでね、しっかり洗ってあげれば砂が残る心配性はないと思います。でついでにガスケットの当たり面砥石かけときましょう。ビフォーアフター、ちゃんとしたビフォーアフターじゃないけど、元はこんなんでしたよね。こんな白サビがなくなりました。まだちょっとなんかこうシミっぽく残ってはいるけど、このぐらいは妥協点でしょう。なんかちょっとメディアが丸くなってきたのか、落ち具合がねちょっと悪くなってます。でこのままだと、アルミの地肌むき出し状態でまたサビがね戻ってきちゃ嫌なので336塗っておきます。塗装はしないですけどね、下手に塗装するとその塗装が剥がれてきて、その後がめんどくさくなっちゃうから、クリア塗装とかすればね、アルミの色を生かしたまま残せるんですけど、本当あれクリア剥がれるとめんどくさいんで、クリアの中に水入って白サビがね中で育つ時もあるんですよね。アルミのホイールとかそうですよね。ああいう風になっちゃうから、基本アルミ塗りたくないんですよね。とりあえずこんな感じでアルミを生かしたまま使う部品はこうやってサビ止め塗って置いておきます。他の部品も同じようにマスキングしてブラストかけていきます。でカメラ回ってないところでちょっとだけマスキングやっておきました。次こっち先にかけちゃいます。こっちの裏側がさエンジンの中の方になるんで、ここに砂が入るとほんとめんどくさいから、ここはしっかりと養生。マスキングできました。裏側は全部貼って、表側はこういうところだけ、穴の中とかは全部マスキングテープ突っ込んでメディアが入らないようにしてあります。じゃーん、綺麗になりました。続いてパワーステポンプのベース土台、これもブラストかけます。お、なんてこった。パワーステポンププーリ外さないと土台外れないんだ。え、めっちゃ軽いんだけど、これどういうこと？プラスチック？あ、プラスチックっぽい。え、プラスチックってことないよね。アルミにしてもすごい軽いな。なんかわかんないけどすごい軽いです。じゃあこれ締め込まなきゃいけないんだ。
抜けないんだけど全締めすると突っ張っちゃう。でもこれ緩め方向に回すとこっちが逆ネジになってるから、これ入ってっちゃうんですよね。ちょっとこれ外し方わかんないから、これこのままブラストいきます。インテークその2。ここ外すとマスキングがめんどくさいから、ここ外さないでおこう。ガスケット入ってるしね。これ後でブラストかけてから外そっか。そうするとアクチュエーターだね。アクチュエーターを外す。よし。あ、マジでここのアクチュエーター外すにはスロットルというか、このバタフライ、これ外さないとダメかな。シャフト貫通してるね。マジでバタフライ外すの嫌だな。外したらまずいでしょう。仕方ない、外さずにいきましょう。ずーっと考えてたけど、このバタフライ外すとやっぱり隙間調整がね、不安要素として残るから、これこのまま養生マスキングしていきます。で第1段階こんな感じ。穴という穴塞いで、こういうシャフトとかこうなんていうんですか、可動部、こういうところも1回目マスキング C の、さらに本体ぐるぐる巻き。絶対にメディアが入らないマン、そんな感じにしておきます。これで今30で貼ったんですよ。でここの穴、こっち側のパイプオーリングついてて、差し込むと密閉できる形になってるんで、ここ差し込んで、さらにぐるぐる巻き。もうここはねブラストかけるの諦めます。この辺とかもう残っててもいい、サビ残っててもいい。それ以上にこのアクチュエーターとバタフライバルブのところがダメにならないようにしておく。いやバタフライ外せばいいんですよ。本当はバタフライを外せばこんなことしなくてもいいんですけど、ただバタフライの隙間調整失敗するとね、空気の吸い込む量とかが変わってセッティングみたいなのが全部狂ってしまうんで、今回は触らぬ神にたたりなしということで、こんな感じでやっていきます。絶対にメディアが入らないように、こんな感じ。こうしておけば、まあこの辺ブラストかけても、ここら辺キワ狙ってやらない限り入らないと思うし、っていうかもうこの辺かけても、まあ、多少入り込んでもさらに中で1枚2枚3枚ってマスキングしてあるから、こんだけやってあれば大丈夫だと思います。でこういう穴のところもさっきと同じように、もうここ口の部分とかは全部脱脂をしてあります。この状態でテープカット。よいしょ。養生終了。これでブラストをかけていきます。
で最後これだよね。アクチュエーターがいるんですよね。これをジャボンとつけるのはなんかちょっと違う気がするんで、極力これにかけないように周りを洗っていきます。かけないようにというかつけないようにかな。ここの汚れはもう諦めましょう。完全には落としきらない妥協が必要ですね。安定しないな。机でやるか。やっぱりここの差が気になるといえば気になるけど、まあでもここタービンの方について見えなくなる部分なんだよな。こういう感じで、確かね、こっちあれ逆か、こうか、こうついてこっち側がサージタンクとかそっちになるから、こう結構ねエンジンの下側横の方につくから見えないはずなんですよね。じゃあ可動部に念のためベルハンマーだけ入れといて、これまた後でね流すことになると思います。もう一回洗浄するから、組む前に。ただ可動テストでちょっと動きを良くしておいて、こっちにアクチュエーターのロッドがこっちに出てて、それがシャフトにつながってこういう動き。あとはちゃんとこのアクチュエーターが動くかどうかだけテストしておきます。これ新しく買いました。バキュームゲージじゃない、なんていうんだっけ、バキュームポンプ手動式のやつ。要はこのインテークの不圧、それをこれで再現して、不圧がかかればちゃんとバルブが閉まる。いきますよ。このゲージの動きとバルブの動きご覧ください。大丈夫だね。アクチュエーターは問題なさそう。撮影の都合上ブラスト作業ね2日にわたってやってたんですけど、これ昨日ブラストかけて、で防水油これ塗ったやつ、結構タックタクに塗ったつもりだったけど乾くね、意外と染み込んでってるのかな。で今こっちブラストかけて錆止め剤を塗ったばっかのやつ、昨日もこのぐらい塗ったはずなんだけどね、こんだけツヤツヤだったのが意外と吸い込むね。吸い込んでんだよね。乾いてるわけじゃないね、吸い込んでんだね。吸い込んでくれるんだったら錆びの心配なくなるかな。もう一回エンジン組む時には洗浄してきれいにしてから組み付けなので、組んだ後もう一回錆び止め塗っとく。で吸い込んでくれれば錆びは少し抑えられるかもしれないね。ちょっと実験でやってみようかな。続いてインマニは錆がすごいので2号機のじゃなくて1号機のやつ使っていきます。こっちはね全然錆がないです。そしてウォーターポンプは新品に買って買えるんですけど、そのアダプターっていうの、水路、これは2号機錆なんで、こっちも1号機を使っていきます。ポンプだけ後で新品買って交換します。とりあえず掃除ですね。液体ガスケットじゃないな、紙ガスケットだな。うわ、ゴムカッチカチ。インマニサージタンクウォーターパイプは錆がそんなにひどくなかったので、
これはブラシとかけずに普通に洗浄液で洗っていきます。表面の酸化皮膜を落とすのもったいないですからね。汚れだけ落としてきれいにしていきます。インマニの中がブローバイとカーボンとで真っ黒に汚れてたからかなり洗うのが大変でした。丸1日漬け込んでから洗いましたかね。多分そのぐらい汚れがひどかったです。そして ISCV とかがつくアイドリング用の細い通路、あそこもカーボンたっぷりでかなり汚れてたので、細いブラシ突っ込んでしっかりと汚れを落としておきました。これでアイドリングは安定してくれると思います。そんなに綺麗にならないですね。やっぱ表面の酸化皮膜が残ってるから若干くすんだ感じになっちゃってる。こっちブラストかけた部品、やっぱ色味違いますね。こっちはブラストかけたから白サビも落ちたけど酸化皮膜も落っこっちゃった。どっちがいいのかな。見た目はこっちの方が綺麗だけどな。でもこっちの方が錆びやすいんですよね。一応今回こっちは錆とかがなかったから汚れだけ落とした感じですけど、まあとりあえずこのぐらいで妥協しておきましょう。よし、アルミ部品とりあえずこんな感じかな。元のこんなサビサビのやつよりは良くなりましたね。で、錆びないように336防精油を塗っておきました。これで保管しておきます。次はスロットル、これ掃除していきます。結構バタフライ汚れてる。裏側はこんな感じ。とりあえず分解していきます。この辺のスロットルセンサーとかついてるとセンサー壊れても嫌だからね、外せるもの外しちゃいます。スロットルセンサー、ここ取り付け穴がね長穴になってて、これ角度変わるようになってるんで、元の位置で組み戻せるように一応印つけときます。もちろん洗浄して最後車に乗っけるときにはアイドリング調整でここいじると思うんですけど、ある程度近しいところでやっといた方がね、後々の調整が楽になるんで。この中に切り欠きがついていて、こっちのスロットル側にも切り欠きついていて、スロットルが動くとこっちのセンサー側が引っ張られて数値が分かる、そういう仕組みですね。外れるかな、固着してるかな。取れた。はい、これがサーモワックス。ここにクーラント流れて、水温が低い時はここがバタフライを押してアイドリングが高くなる。で、水温が上がるとサーモがこう縮んで、でアイドリングが低くなる、そういう調整してるやつ。ここのガスケットはもうパキパキだね。これも交換タイミングでしたね。ダッシュポット、これスロットルを閉じた時に急激にバタフライが閉じないようにするためのやつ。まだまだちゃんと動きますね。これ時々ね戻らないやつがいるらしいです。それでアイドリングが高いまんまになっちゃうとかって。大丈夫だね。外せる部品このぐらいかな。これ以上なんかこうスプリングとかさ、この辺のシャフトとかも外しちゃうと中のバタフライまでずれてきてしまいそうなんで、このぐらいでやめておきます。あとは洗浄。でこのバタフライの周りにコートが塗ってあるんですね。コート剤、隙間を埋めるためのスロットルコート剤っていうのが。それはねワイヤーブラシとかでこすると剥がれちゃうんで、ナイロン系のやつとか、もしくはこうパーツクリーナーとかで洗い流す程度に押さえといた方がいいみたいです。とりあえず、灯油につけてざーっと周り側汚れを落として、バタフライの周りは柔らかいブラシで軽く撫でる程度で掃除していきます。ここもアイドリング用のアジャストスクリューの部分真っ黒く汚れててカーボンたっぷりだったんで、
キャブクリーナーで汚れを浮かしてからブラッシングしてきれいに掃除をしておきました。洗い終わるとこんな感じ。だいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。灯油だからね、こういうシミみたいなのは落ちきらないですけど、でも最初のすすけたのよりかは綺麗になりました。裏面こう綺麗になったね。でこのバルブの周りに塗ってあるやつ、これがコート剤ですね。バルブの隙間を埋めるためのやつ。これ灯油とかパーツクリーナーで洗ったぐらいじゃ全然落ちません。ナイロンブラシでこすっても平気。ただワイヤー系のやつとかでやると一発で剥がれちゃうから、そこ注意必要ですね。それじゃあ組み戻します。外したこの辺の部品つけるだけですね。ガスケットはねまだないから、こっち仮付け。それ以外の部品は普通に組んじゃう。で可動部にベルハンマー、これ塗っときます。錆防止と軸の動きが良くなるように。あとバタフライのところもちょこっと入れとこう。お、最初よりもだいぶなんか動きがスムーズになった気がする。バルブの開閉が軽くなった。多分プラシーボと言われればそうかもしれないけど、でも、動き良くなったな。洗浄した甲斐はあるかもしれない。完成。プラスチックパーツ、これは洗剤で水洗いやっていきます。なんか灯油で洗うのは傷むかなと思って、これカーシャンプーですね。これで洗います。エアコンのコンプレッサーとエアーポンプ、見た感じからわかると思うんですけど、ものすごく状態悪くて、これはリビルト交換ですね。補修用のシールキットとかも何も設定がないので、そのまま交換です。で配管とかついたままだとリビルトとして返却用のコアに出せないから、それを全部外していきます。同じくタービン、これも配管とか遮熱板とか外します。あとオルタネーター、これね一応補修部品出てるんですよね。中のベアリングとかレクチファイヤーとか全部設定がある。だから直そうと思えば自分でやれるんですけど、レクチファイヤーがねちょっと高いんですよね。もしかしたらリビルトに変えた方が安いかもしれないし、1号機のやつもあるから2個1で直すっていうのもありだし、ちょっとどうするか考えておきます。ちょっとベアリングがゴロゴロした感じあるかな。ちょっと引っかかりがあるな。
これ保留。もうちょっと部品調べてからにします。あとパワーステポンプ、これはオイル漏れしてないんですよね。なんか綺麗にすればこのまま使えそうな感じで、一応部品調べたらシールキットはあるんですけど廃盤になってるんですよね。ただ探せばもしかしたらどっかのお店が持ってたりするかもしれないから、もうちょっとこれも探してみます。シールキットさえ手に入れれれば自分でこれオーバーホールできるっぽいので、これも保留かな。まあ最悪オイル漏れしてなさそうだから、とりあえずこのまま組むっていうのもありかなということで、これも保留。そしてここにあるのは塗装する予定の部品たち。エンジン部品です。2号機についてたこれクランクプーリー、もう錆がね若干出始めてるんですよね。完全には錆びてないけど塗装が浮いてきてるような感じで、こっちよりまだ1号機の方が状態良かったんで、こっち使っていきます。で塗装に足つけて塗り直しみたいな、そんな感じですね。他にもこういう部品とか、あとカウンターウェイトとか遮熱板とか、全部ブラストかけて塗装しなきゃいけないんですけど、他にもねまだたくさん塗装する部品あるんで、この辺はまとめて別動画で作業やります。ほぼリビルトに交換する予定の補給類、そして今回洗浄した部品たち。今回はこれにて作業終了です。あとは部品が届いてからエンジンの組み立てですね。ガスケットとかメタルとか、あと補給類もね、リビルト部品に交換するやつとかね、全部部品が揃ってから組み立てになるんで、しばらくエンジン作業はストップします。まあ全部揃うのに1ヶ月ぐらいかかるかな。多分年明けですね、来年、エンジンの組み立てになると思いますんで、もう少しお待ちください。今後のエンジンオーバーホールの動画、1ヶ月先になるんで、見逃したくない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。登録してもらえると、新着の通知がいきますので、見逃すことがなくなると思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。